Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。前、納豆のネバネバの動画を作ったと思うんですけど、今日紹介するオノマトペとの違いは何ですかという質問が来たので、今日はこの動画を作りました。もしかすると、この2つの表現の違いは日本語にしかないかもしれないです。例えば、歩いてる時にガムを踏んだら、その足の裏はすごくこういう感じがありますよね。この表現を日本語で言いたいときに前勉強したネバネバは実は使えないんです。では今日のオノマトペをどうぞ。ベタ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 は特に触ったときに手がくっついて離れにくい様子を表しています。例えばこれ友達に手紙書くときに買ったやつなんですけど、ここ特にこの手にちょっとくっつく感じ、この様子を表したいときにベタベタを使います。納豆のネバネバを使うときは特に納豆をこう持ち上げたときに糸がたくさんありますよね。でその糸がたくさんある様子を表したいときにネバネバを使います。ですけどさっきのは糸は見えないですよね。特にくっつくっていうことを言いたいときにベタベタを使います。ですので納豆はネバネバなんですけど、納豆を食べた後は口の周りがちょっとベタベタします。食べた後もすごく糸がたくさん出たらネバネバかもしれないですけど、多分あんまり糸は出なくて、ちょっと触った時に少しくっつく感じを表したい時はネバネバよりもベタベタを使います。例えばスポーツをして汗をかいた時になんか汗がベタベタするという言い方ができます。この時に汗がネバネバすると言ったら、触った時にたくさん糸が出てくる感じがします。普通はないですよね。普通の人はないと思うので、ベタベタするという表現を使います。あとは歩いてる時にガムを踏んだ時、この時は確かにちょっと糸が出るんで、ネバネバって使う人もいるかもしれないんですけど、やっぱりネバネバよりも特にくっついてなんか気持ち悪いということを言いたいのでベタベタを使うことが多いです。ですのでガムみたいに気持ち悪くよくくっついてくる人のことをベタベタする人という言い方ができます。例えば彼女と2人でデートしてる時に僕がトイレに行っている間になんか知らない男の人が彼女にねえねえねえみたいな感じで話しかけていたら、僕はトイレから帰ってきた時に俺の彼女にベタベタ触るなよという言い方ができます。これは特に気持ち悪く触るなよみたいなことを言いたい時にこのベタベタ触るなよという言い方を使います。そういう風にベタベタは気持ち悪いの意味が入ってるので、少し攻撃的な言葉を言いたい時に使います。他にも例えば女の人は一人でバーで飲んでる時に知らない人がねお姉さんみたいな感じで触ってきた時にベタベタ触らないでという言い方ができます。結構かっこいいですよね。皆さんそういう風にベタベタされた経験ってありますか？僕は実は1回ベタベタされた経験があります。僕は高校生の時に授業が終わった後にそのまま塾っていう勉強する場所に行っていました。僕が行っていた高校は男子高校だったので、クラスメートはみんな男だったんですけど、その塾でも授業があるんですけど、そこの中には何人か女の子がいました。で、その中の一人の女の子がどうやったのかわかんないんですけど、僕の LINE をゲットして連絡してきました。別にクラスメートだったし知ってる人だったので、普通に僕も LINE 返したりしてメッセージのやり取りをしてました。なんかその時ぐらいから授業があるとだんだん僕の体を触ってくるようになりました。なんか最初はヤッホーとか言って肩を触ってきただけなんですけど、だんだんなんか頭をくしゃくしゃしてきたり、ほっぺを触ってきたり、あとはおでこを触ってきたり、すごく僕にベタベタしてきました。僕も最初はやめろよとか言ってたんですけど、なんかもうめんどくさくてもういいやと思って何も言わないようになりました。そしたらある日、僕が中学校の友達と久しぶりにバーベキューをした時に、なんかその女の子と今同じ高校の
友達が僕にひときってさ、その A ちゃんと付き合ってるのという風に聞いてきました。もちろん僕はいや A ちゃんと付き合ってないよって言ったんですけど、その友達はあれでも A ちゃんは学校でひときと付き合ってるって言ってるよっていう風に言っていました。ちょっと怖くないですか？で僕も友達に他に何か言ってたって言ったら、友達はこの前も A ちゃんがひときと一緒にディズニーランドに行って、そしてその時に一緒に買ったキーホルダーを今日もカバンにつけてるよという風に言っていました。超怖い。もちろん僕はディズニーランド一緒に行ってないですし、なんかそういう人が本当にいるんだと思ってびっくりしました。僕にベタベタ触るだけじゃなくて、他の友達にもなんか僕と付き合っていて、しかもディズニーとか他の場所に僕と一緒に行っているっていう話を周りにしてたんですね、 A ちゃんは。それは超怖くてやばいですね。その後は僕が A ちゃんに携帯でなんか僕と付き合ってるって学校で言ってるのという風に聞きました。そしたらその A ちゃんはいや私は全然言ってないけど周りから見たらそういう風に見えるのかなってメッセージしてきました。いやそれお前だろという風に心の中で思いました。それで僕の友達が A ちゃんが僕と付き合っているって言っているその LINE のスクリーンショットを僕に送ってくれて、友達がいいよと言ったので僕はそれを A ちゃんに送って、いや自分で言ってるじゃんという風に言いました。そしたら A ちゃんは急にだからという風に言いました。 How come I'm always in trouble? Do you guys also have beta beta experience? There must be creepy guys in any country, so let me know in the comments. タメ口モード。実はその後 A ちゃんは俺をすぐブロックして、なんか塾も少ししたら変えたのかな多分。だから授業も2回から3回ぐらいしか一緒じゃなくて、その一緒の授業の時もなんか俺に何も言ってこなかったし、お互いこう離れて何も喋んないで終わった。でもさ本当に俺やばくない？いろんなハプニングがありすぎてなんでそんなにあるのって思うんだけど、もしかするとこの YouTube でみんなにシェアするために、今までたくさんいろんなハプニングがあったのかもしれないね。ハプニングが起こるのは僕だけでいいんで、皆さんは気をつけてください。今日これから俺の先輩と一緒にカフェに行って、どういう病院がいいんですかとかそういう風に聞いてくるんだ。じゃあ行ってくるかな。じゃあ行ってきます。バイバイ。